罪深い。罪深いです。これは非常に。いいじゃん。こういうのが楽しい、ね。もう旅行でしかこういうのはできません。嬉しい。ギルティギルティ。ギルティギルティ。 1時半に鳥1匹食べます。いただきます。おいしい。深夜ラーメンとか好き。いいよね。2回行った後のラーメンとかさ。飲んだ後。なんかすごい通りの人いるじゃん。今日結構一日すっごい活動したじゃん。2回行った後の。自分に1ミリも自信が持てないんですけど、どのように自分に1ミリも自信が持てないのですが、どのように生きたらいいですか、ギャルシャンたちだって。どのように生きたらいいですか？だから自分に自信を持ちたいんだ。持ちたいってことでしょ。あでもその自信が持てないのってさ、ー、なんでなんだろうね。そのどこかなのかじゃない？だから全部になんじゃない？あ例えばわかんない、その見た目もだし性格もだし、とかいろいろなんか本当モテないんじゃない？全部にってなった時に、いや僕も今自信満々なんですね。その根拠のない自信があるんです。僕はなぜいろいろ自信あるタイプなんですけど、もちろんない時もあったが、別にそんな努力をしてるわけじゃないんですけど、何か例えば、めちゃくちゃ筋トレします、頑張る、週3回ジム行きました、1年経ちました、体が大きくなりました、自信生まれるじゃん。なんかそれ聞く、なんか、筋トレしたら自信が生まれるんだって。いや、あると思う。精神的な効果とか、筋トレだけじゃなくても、例えば勉強します、資格を取りました、それも自信につながる、何かをしたら自信生まれるんじゃないですかと思う。それとかもうしてたらあれだけど、もっともっと例えばなんか努力をしたりとかしたら自信ってついてくるんじゃないみたいな。勝手にできるものじゃないしさ。それはそう。なんか自信ね、むずいよね。でも俺もあんま自信持つタイプじゃないか。そう。なんか自信なんかここは自信ないけどここは自信ありますみたいなのはある。なんか全てにおいて自信を持ってるわけではないかも。俺もそう言いたかった。じゃあ一緒じゃん。一緒だよ。そりゃそうだよ。それは思う。だから譲れない何かを作ればいいんだよ。確かに。これは勝てるんだよね。その一つの自信が積み重なって関連して広がってくるんじゃない、自信が。確かに。そうっていう努力大事かなと思います。あと比べすぎるのも良くないんじゃない？確かに。人と比べたらだってすごい人っているじゃん、どの領域も。てか比べるのももうその人はその人だし、自分は自分だし。わかる。そうだね。だから自己分析じゃない。自分しか持ってないものを見つけて、それを強みにしていく。がいいと思う。が自信につながる。自分中心じゃないけど、人と比べすぎてもね、自信ね。比べるとね、すごい人はいっぱいいるからなくなっちゃうけど、自分が頑張って自分軸でね、自信もつけたら。いいのかにゃ？むずい。むずい。でもこれ難しいね。大事ですね。チキンが美味しい。よかった。めっちゃ食べさせなかったの。爆食べしてるよ。よかった。俺も好きで、食べたことないもんね、これ。ない。そう。なんかいわゆるさ、ネネチキンみたいなのしかない。ネネチキン知らない？韓国の。今チェーン店。社会人になって仕事してダラダラ。動画見て寝ての毎日。何かやりたいことを見つけて変化させたい。みたいです。見つけてやりたいことね。なんだろう。でもさ、やっぱ仕事忙しいもんね。いや普通にっていうか、どの仕事もやっぱり最初は新しいじゃん。だからその新生活とかさ、新社会人の大学生とか、新しい環境に立ってまず慣れるまでの努力がまず必要じゃん。でもわかんない。ジョブもそうだと思うし、みんなそうだと思うけど、もうそのルーティンが決まるくない？朝起きてこれしてこれやってマンネリ化してくるね。そう。多分それだと思う。だから新しいことをしたいってそういうこと思うけど。なるほどね。何かしたい。でもその始めるにはまず
あれじゃない？あれ、何かをさ、やっぱ、例えば、勇気がいると思う。一歩踏み出さないとね。うん。それこそ朝ランニングしてみるとか、わかんないけどね。うん。なんか、ルーティンをやっぱさ、ぶち壊さないとさ、ダメじゃん。なんかある、マンネリ化して、うん。で、だらだら、なんか嫌だなと思った時があるかどうか。ある。どうしたの、その時。あるけど、でもだからそれこそ、例えば、そう今、ランニングの話したけど、パーソナル登録したの。あ、そうなんだ。だからもう仕事を理由にジム行かなくなったの、俺一時期。もう半年ぐらい行けなくなったの。もう帰ってきて疲れてるしとか、朝早いし、朝行ったらもう眠たくなるしとかで、半年やらなくなったの、ジムを。で、これやばいと思って、もうパーソナルに契約したの。で、俺からしたら結構大金だったから、大金だよね。1回でさ、1万ぐらいさ、使うわけ。ってなったら、まあ、やっぱりもう自分をもう追い込む。だったらさ、行くじゃん。無理に。無理やりにでも。っていうのにして、退勤後の7時とかにも入れるの予約とか、朝の8時とかに入れて、そう、10時から。俺仕事別に何時からでもよかったから、あ、そうなんだ。とかにした。無理やり。とか、あと、もうこれは続かなかったけど、お弁当一時期作ってた。とか、お弁当作ってたの？料理じゃできんじゃん。できない。てかやめた。けどまあだから挑戦はした。お弁当を作ったりとか、自炊。何曜と何曜は自炊するとか。何したの？自炊。豚の生姜焼きとか、野菜炒めとか、ロールキャベツとかも作ってる。でもなんかさ、人のためにはご飯作れるのね、結構。そうね。相手がいたら作れるのね。でも自分のために具材買って、切って、作って、食べて、洗って、がもうバカらしくなってきちゃって、もう。わかんない。なんか、でも作るときは楽しいんだけど、そうなの。皿洗いして食べ終わった後の、嬉しいです。私何のためになる。なるほど。なった。俺もなるタイプだったから無理だった。なんか人のためなら頑張れたけど、ちょっと自分のために、だってさ、今さ、別になんか高いじゃん、食材も。お弁当とあんま変わんないの？変わんない。でも、お母さんが言ってた。何？それはね、アマチュアだよって。やばい。なんか本当に料理する人って、もう冷蔵庫にあるもので作る。そこまでね。買い物まずしないんだって。そうだよね。そこまでの域に達してなかった、俺が。一緒。そこまで行ったら多分ね、節約もできるだろうし、楽しい。なんかまあ作業みたいな、歯磨きみたいになるんだろうね。歯磨き絶対やるもんみたいな。もう、やらないと寝ないじゃん、歯磨き。確かにね。でもう冷蔵庫ババって作れるんだろうね。でもそこまでのさ、やっぱ何年間かの修行が足りないです、僕にはまだ。いや、この人と一緒に、僕も自炊にチャレンジします。はい。はい。俺遠い？いや、大丈夫じゃない。自分？それ使おう。自己肯定感。可愛いって言ってたら可愛くなるんだよ。浮気やら嘘つかれたなどのトラウマでなかなか新しく好きになる人ができない。いや、まあ、ろくでもない人はいるんですよ。世界には絶対に。これも、まあ、ダメな人、いますよ。ろくでもない人に当たっちゃった。もうそれはしょうがない。その過去は変えれないんですけど、それの何十倍もいい人もいるんです。この世界にはね。なので、もっといい人いっぱいいるから。そっち見てって感じ。いっぱいいるから、こう、泳いで。井の中の蛙です。悪い人しか知らないから、今。その人はその人だし。そう。確かに嘘つかれたって裏切られたじゃないけど、まあその嘘つくいた人にも何か理由があったかもしれない、けど嘘は良くないじゃん。そうだね。それは良くない、そうだからトラウマになるのもわかる、ただそれを引きずってても自分には何もプラスじゃないのじゃない？引きずる期間も必要だけど、引きずる期間を設けてもうここまではもうどっぷり浸って、でじゃあもうキリがないからもう次に行こうっていう、もうなんかもう強いマインドで生きていくしかないんだなと思って。区切りつけてね。確かに強く生きなきゃダメなの。結局ね。そう。結局。はい。もう自分が損しちゃってるからね、これでまた。そいつのせいで。そう。自分の人生生きるも。そうです。自分の人生その通りです。いつも人間関係のことになると、自分が中立の立場になってしまって結構しんどいですわ。仲介ってことだ。なんか板挟みってことなのかな。
いい人がゆえにじゃない？多分そうなんだと思うね。うんなんかいろんなところに気を使ってるのかな。うん。でもね、それって思う。僕はできないんです、それが。あ、できない。俺は結構する、そういうタイプ。あ、真ん中に、んなんか両サイドの話聞いて、自分がしんどくなっていっちゃうんだ。まあ、話聞いてけど、うん、でも自分の言いたいこと言えてないみたいな。この人多分いい人なんだと思う。だから、みんな仲良くしてほしいがゆえに、こう、その気持ちもわかるよ。するの。そう。でもね、それはね、やらなくていいの。あ、なぜですか？結局、中立になるのかもしれないけど、自分のことではないでしょ。わかんない。自分が関与してることなのかもしれないけど、その二人のことなのであれば、それはね、二人に話した方がいいし、その友達が、各々の友達が相談するじゃん。あ、食べて。食べてください。相談するってなったら、まあ話がしたいのかもしれないけど、話は聞く。ただ、それは言った方がいいと思う。でもそれって二人のことだから、冷たく感じるかもしれないけど、一番は直接話した方がいいと思うよって。確かにね。まあそれが一番解決だよね。確かに。で、自分がしんどくなるよ。自分も大切にしてほしいよ。むずいな。ゲイアプリで会話が続きません。彼氏欲しいけど友達の方がもっと欲しいです。どうしたらいいですか？でもね、アプリじゃなくて、そのジョーブが言ってたみたいに、飲みに出るとか、そうだよね。でも一人だと結構ハードル高いのよ。高い。わかるよ。でもさ、じゃあ話しかけてほしい。あー、なんかさ、クラスでなんか馴染めませんみたいなのあるじゃん。で、俺も別にそんな、昔からそんなベラベラ話しまくってたわけではなくて、あれって勇気いるもんね。いるよ。でも、話しかけられて嫌な気持ちになる人なんか別にいないの、基本。みんなさ、話しかけてほしいなとか話しかけようかなって思ってるの、基本全員。で、なんかいきなり例えば変なこと言ったらダメだよ。なんか殴るとかさ、お前とか言ったらダメだけど、普通にさ、そのなんか可愛いですねって言われて嫌な気持ちになる人なんかいないじゃん。確かに。で、飲み屋とかで、そう、お兄さん一人ですかとかで声かけられてさ、なんか別にそんな嫌な気持ちにならないじゃん、普通。話しかけ方だよね。でもさ、友達が欲しいって多分、わかんない。年齢にもよるかもしれないけど、若い子が基本多いと思う。確かに。だし、その友達が欲しいなっていう声はたくさんいただいていて。いただいてるんですか？なんかいただいてて。だから、人間多分考えてることは一緒だから。そうだね。友達が欲しいって自分が思ってるってことは、同じように思ってる人もいっぱいいるわけだから、なんか、その、なんていうの？二丁目とか、まあ、飲みの場に出るのは出るんだけど、普通にそのクラブとか行ったりとか。全然ありだよね。全然いいと思う。まあ、その本人が未成年だったらいけないけど、それが友達の友達とかね。そうやって広がってくるね。広がっていく。友達関係って。もしかも彼氏を作って、ありですね。作って、彼氏の友達と仲良くすればよくない？で、そっから、ダメ？それ、わかる。それいい派？俺全然あり。てか、俺もいい派。待って、ちょっと待って。あれでしょ。違う、俺それは、紹介したくない派でしょ。紹介する。あんたそっち側でしょ。違う、めっちゃ紹介する。めっちゃ紹介する派なの。でも、いろんな話を聞くのね。彼氏と界隈がこう、ぐっちゃになっちゃった時に、もう別れたら、気まずくなる。もうこの友達は、どっちもの友達じゃん。ってなった時に、まあ、この子が、例えばめっちゃ気を使う子だったら、ここが合わないようにするとか、いろいろしんどくなっちゃったりとかする子もいるって聞いて、あまりこうベラベラと、なんか、界隈を近づけすぎるのも良くないのかなって最近思ってる。俺はもう全員紹介するから。自慢だもん、彼氏なんか。好き。俺も、もう彼氏の友達にホイホイ行くから、大丈夫ですみたいな。行くから、行っちゃうんだけど、もう、すぐ見せるよ。俺彼氏できたら言っちゃうから、お母さんとかも言っちゃうから、そう。でもなんかそれってネガティブなところもあるっていうのを最近仕入れました。気をつけようと思って。あんまり紹介して仲いい会話が似すぎると、後々ね、別れることを考えるのも良くないんだけど、なんかね、気まずいことになったりもするとは聞いた。そうなの？それはダメだよ。面白い。これは意見分かれる。だから、結論何？だから、友達を作りたいと思ってる人はいっぱいいる。から、みんなそうだと思う。
だから、まあ勇気を出して、例えばちょっと出会いの場に行ったりとか、別にアプリでもいいけど、勇気を出して話しかけるとか、自分から友達をこう待っててもさ、作れないじゃん。だからちょっと作りに行ってみる。がいいんじゃない？で、1回やってくじけずに、ちょっと5回ぐらいやってほしい。クラブとか行って5回話しかけたら1人はできる。確かに。でもまあ努力だね。やってみないと分かりません。人生一回、本当にさ、なんか、思うけど、どうしようって思った瞬間にまず考えるのは、一回もうこの瞬間戻ってこないってまず俺思う。って言ったらそれが原動力になってこれかける。俺は。なるほど。だって明日はないじゃん。明日にはなったらこの人もいないんだもん。やば。地球の人口って73億人だっけ？わかんない。わかんないけど、その中で、ここで今こうやって出会えたのすごい奇跡だよ。そう言われてみればそうだよね。明日になったらもう二度と会わないかもね。だって連絡先知らないし。って考えたらもう声かけるしかなくないです。そうですよ。一回一回のね。でも出会いを大切にしてください。確かに。でも、モミ結構言うもんね、人生一度きりってね。俺も一緒だけど考え方。なんか使い古された言葉だけど、めっちゃその通りだよね。ほんと一回きりですから。で、どちらかの選択に迷った時に大切にしていることは何ですか？もう直感。あんた直感派なんだ。直感派だよ、俺。もう、迷った時でしょ？迷った時に、もう、50-50なのかなわかんない。迷った時にどっちか頭に先に出るじゃん。だから、言って。で、俺の回答ね。Your time. いろいろ考えちゃうじゃん。Okay. こっちのメリット、こっちのデメリット、こっちのメリット、こっちのデメリット、いっぱい考えちゃうじゃん。で、ブワーって考えれば考えるほど分からなくなる。で、俺それ一回やるのね。でもそれでも無理だったら、もう自分の感覚、多分こっちってなった方にもう行く。だからもう考えないの。だから A と B の選択肢で、先に B が思いついた。B。それで振り返ったりする？やっぱ A が良かったかも。まあ、なるかもしれないけど、もう選んだからね、B を。もう考えても仕方ないよねって。そう。振り返らずに、B で何かがあったら、もうそんな A にすればよかった考えるんじゃなくて、今もう B が起きちゃったから、そこでどうやって直すかっていうか、そう。いいね、それ。そうかも。いや、本当にいいね。直感、自分の直感を信じる。これ直感ではないかも。だろうね。まあ、だから悩んだ時は、その自分の気持ちも大事だけど、一旦立ち止まって、でも考えすぎも良くないのよ。切れないからね。この選択をして、もちろんその何が起きるかわからないけど、自分がどうなんだろうとか、5年先、10年先とか考える。考えても後悔がなかったら選ぶ。なるほど。で、最終的に直感だけど、でも一回立ち止まって考えるのはある。考えた方がいい。でもさ、そう。いや、でも、考えた方がいいんだけど、そう。ジョブのその考え方。考えれば考えるほど分かんなくなっちゃうんだよね。でも俺はね、それ人のタイプによると思う。それでなんか答えが見える人は絶対考えた方がいいけど、もう自分はもう5年後なんて、だって日本にいるかも分かんないってなるから、それこそ。もう何してるか分かんなすぎて自分が。だから、今この瞬間、B でやってみる。B でどうにかうまくいくから。そう。B でどうにかするから。大丈夫？かっこいいかっこいい。もう、そのなんかもう、どうにかなるっていう精神でいるんだろうね。でもそんぐらいのマインドで生きなきゃダメだなと。まあ、いつか後悔するかもしれないけどね。まだなんかさ、それでどうにかなってきたからさ。いやでも、それどうにかなってきたって言ってるけど、それをどうにかなるようにさせた努力もあったんじゃないって俺は思う。だからかっこいいってこと。違う。だから、いや、そうかもしれない。いや、俺はそう思うよ。まあでも、どうにかなってきたじゃないだろうね。運もあったと思うけど、ただ自分も努力もあったからこそどうにかなったと思う。なるほど。そこでこう適当にやってたらどうにもならなかったと思う。って俺は思う。違う？ありがとうございます。そうかも。嬉しい。深いね。深いこれ。なんか自分を見つめ直す機会にもなりますね、本当に。深夜2時ですよ。やばい。深夜2時のこの楽しい深夜テンショントーク。でも面白い話。無限にできる。これなんか修学旅行の夜みたいな。
寝る前のさ、そう。君誰が好きなのみたいなやつで最初から出てきたの誰でしょ。深夜の話ってほんと好き。面白いよね。顔より性格の方が大事だって分かってるけど、うん、顔がかっこよくないと好きになれないこと。好きになれないこと？悩み。あ、悩み？うん。だと思う。悩みだと思う。だって人生モチベなるほど。そうじゃないみんな。顔が好きじゃない、顔がタイプじゃないと好きになれないんでしょ？そう。なれない？性格が大事って分かってるけど、ってことでしょ？でも、顔はさ、顔がかっこよくの好きになれないってことでしょ？顔がタイプじゃないと好きになれない。タイプじゃないと。それはそうじゃない？でも俺もそうか。俺もそうだよ。だって、わかんない。5年、10年、20年長くいるんだよ。うん。ずっと視覚情報大きいからね、人間は。某ドラマでもさ、寝顔を愛おしいと思える人愛しなさいって言うじゃん。寝顔がね。大事じゃない？大事だよ。だってパッと起きてさ、可愛いと思えるか思えないかはさ、だって寝てるんだからもう中身見えないじゃん。まあでも、わかんない。いつか来るのかな。その、中身で。ってなるとき。いや、でも顔は慣れるのはあるけど、でも最初は顔だよ。そうだよね。見た目も大事だよね。ただなんか、もう、完璧を求めてはダメ。もうだって。普通です。その、見た目は大事ですよ。大事。ずっと一緒にいるんだもん。言ってたおばあちゃんが。なんかテレビのおばあちゃんが言ってたの。なんか90ぐらいのおばあちゃんにさ、知らない昔の番組で、なんかおばあちゃんとかに人生の教訓を聞こうみたいな。昔の話を聞いて、今どう思うかみたいな。で、その90歳ぐらいのおばあちゃんが言った言葉がまだ覚えてて、そのテレビちっちゃい頃見た時の、なんか、60年ぐらい一緒にいたんだって、一緒にいましたみたいな。そのなんか長続きの秘訣はって聞かれた時のおばあちゃんが、なんかもう、すごく見た目がタイプです。60年経っても、その見た目を見れば、なんか全て解決しました。みたいな。だから本当に好きなんだろうね。まあ、許せるってことだよ。許せる、そう。それくらい愛してるってことなんだろうね。そう。って言ってて、まあそういう考え方もあるよな、みたいな。まあ見た目がタイプだったらするのかな。人によるけど。かっこいいが、その顔もかっこいいもあるけど、なんか、あれじゃない、仕草とか、そっちもね。雰囲気がかっこいいもあるから、なんか顔にフォーカスせずに、あえて、なんかその人が放つオーラとか、ちょっとずらしてフォーカスしてみるのもありかも。確かに。多分さ、でもさ、このタイプが好きっていうのもさ、あるよね。そう、あるけど、それ顔の話じゃなくてさ、変なこと言うかも。いや、そうだから、それこそ、だから、こういう目が好きもさ、でも優しそうな雰囲気が好きなのかもしれないしさ。なんかその別にパーツの話してるわけじゃなくて、わかる？言いたいこと。わかんない。ぼーっとしてた。2時だからね。もう2時半だからね。だからそうだ、ボンビが言ったことだよ。俺は、顔が濃い人が好きなのね。でもそれって多分だけど、男らしい人が好きとかに多分なってくる。ちょっと、マスキュリンな感じの人が好き。が、男らしいってのが顔が濃いになって、それこそ眉毛が太い人がとか言うけど、奥を見たら男らしいじゃん。雰囲気の話をしたらね。って考えたらさ、もうちょっとさ、広がってるじゃん。確かに。まあ悩むよね、でもね。ただなんかそのさ、世の中のさ、性格も大事じゃんっていう、その基準に合わせなくていいんじゃない？素晴らしい。そのなんかさ、待って、はい。じゃあなんか見た目と中身みたいな。うちらのギャルマインドってそれじゃない？俺らがギャルって言ってるのは、世の中の基準に、もちろん、その倫理観とか、道徳的な常識とかも、そこは大事だけど、そうなんか、かっこいいは、急にね、かっこいいは、みんなが思うかっこいいはこれ。それって誰が決めたのっていう。世間でしょ？そうです。そう、だから、私はかっこよくないからとか、可愛くないからって、それは世間の基準であって、私の好きな韓国のファサさんも言ってた。ファサも言ってた？が決めたのって。私が決めればいいでしょみたいなマインドでやって今のファサが出来上がったんですよ。です。そう。だから、答えないんですよね。自信とかあるないも全部置いといて、この話の最後締めくくりですけど、
その基準、世の中の基準に合わせる必要はないし、その基準は作ればいいと思う。あ、そうですよ。僕ももうこうやって生きてますから。成仏スタンダードで生きてます。私。いやもう僕もうん。合わせる気はないですよ。人に迷惑かけない限り、うん。あ、それは大事。そう人に迷惑道徳に話せない限り、うん。何してもいいですから。って俺は思う。その通りです。はい。なので、結論、自分を信じろ。自分を信じろ。あなたの人生。